にかく大事なのは10月です。10月が一番エネルギーが高いです。で、この高いエネルギーっていうのを外側の何か成功とか発展に使うというよりは、内側を整える、自分を整えるっていう風に使っていただくと、おのずとそこからということで、星の流れはここまでにして、これらを踏まえてタロットも見させてください。はい、タロットではね、何て言われるか、この3ヶ月見てみます。ジャンピングしてきたのが太陽ですね。なんか家族のことっていろいろありますよね。家族だからこそ仲いいのが当たり前ではなく、家族だからこそ問題がある、課題があるっていうことが大抵そうだと思うんですけども、そこをなんか修繕していくとか整えていくっていう流れがこの10月ぐらいに起こりそうなんですよね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。10月から3ヶ月です。ペンタクルス9、節制逆、カップ8、カップ2逆、ジャスティス、カップ10逆、ワンド8逆、皇帝と、ソードキング逆と、オラクルは、はい、お月さんです。そうですか。はい、まず3ヶ月とてもいい心の成長をしそうだし、何か整っていくっていう、こ本当に落ち着いていくっていう感じがするんですね。で、ただ状況はまだはっきり見えないかもしれませんというふうに言われています。何かがこうパキッと開けてはっきりと整った状況が見えるというわけではなく、目に見えないことでこの3ヶ月大きく動くんですよっていうふうに言われているので、目に見えないことって信じるしかないですよね。でもそれをずっとこう掘り起こして不安を掘り起こしているとまだ不安になるので、あの状況とか何か証拠を見せてくれるとか、誰かの心を「はい」って言ってこう心を見せてくれるわけじゃないので、それはご自身で信じるしかない。それをまず、肝に銘じていただきたいのと、ただ現実ではどうでしょうね、今すごく何か新しい可能性を感じていらっしゃるのかなっていう感じがします。入り口がペンタクスの9なので、これからの人生なんか新しいこのステージに行きたいなっていう、ちょうどそのね発展を示す木星がこう新しい未来へっていうところに今年の後半すごく光を照らしてくれていたので、きっと患者の皆さんも何か違う方向っていうものが見えてきたんじゃないかと思うんですが、それに対してこう自分の中で昔好きだったものを1個諦めたとか、ちょっと手放して進んでいく覚悟がもうあるんだよっていう感じがするんですね。で、それに対していい協力者だったり理解者だったり話をしてくれる人がいるのかなって感じがします。で、とてもいいバランスで進んでいきますね。言ってみればね、11月とかもすごくクリエイティブで、恋愛もレジャーも自分の人生を作っていけるっていう時なので、その時に何かいい人間関係がありますよね。ちょっともう少しね、詳しく見てみますが。うん。ちょっとまず10月からいきますね。お、カップ9すごい喜びがある。やっぱりなんか見たくないものを見ようとした時に想定外の喜びがあるっていう感じですね、これは。バンド4、すごいね。なんかまるでですよ、サンプルですけど、もう結婚とかもうないなって思っていたのに、やっぱり自分の人生誰かと一緒に暮らしたいとか生きていきたいっていう思いから違うものをこう見始めた時に本当にいい出会いがあって、こんないい人と出会えたなんてみたいな、結婚しなくてもこういう人と出会えたらよかったなみたいな、そういった喜びがある。で、お互いにそこまで踏み込みすぎない関係性で楽しくやっていけるっていうのがあるんですよね。なのでそうなるととても心落ち着きますよね。例えば長い付き合いの方とかも家族ぐるみでの付き合いに変わっていったりとか、家族にようやく紹介できたりとか、そういった10月って本当に心が落ち着く、隠し事がないみたいな、そんな感じですね。
やっとなんかつっかえていたものがやっと取れて落ち着く。で本当に嬉しいし、ちょっとちょっとした修復っていうのはあるかもしれませんが、そんなこと全然気にならないぐらいとてもバランスが取れています。ですのであの外側の世界とかで仕事を何してるとか収入がどうとかではなく、自分の内側もしくは家がとっても整うのが10月です。でこの安心のエネルギーの上に11月はっていうと、しっかりと稼いでいこうとか、しっかりと決めたことをやっていこうっていうエネルギーがあります。ただちょっとね、頑張りすぎないようにだけしてほしいなっていう風にカードでは出てますね。星ではね、ものすごいバイタリティがあって、もうなんかパーンって弾けるのかっていうぐらい、すごくいいエネルギーがあるんですけど、カードで見ると、あまりにもその過剰な喜びとか、そのもう過剰なものを求めすぎて疲れないでねっていう感じで言われていて、例えば家族で集うとか、大事、家族に限らずですけど、パートナーや友達や会社の人とかいろんな仲間と集うってなった時に、もう最高の場所で最高のお料理でなんかこうみんなが楽しめる場所でイベントをするんだみたいな風にしなくても、別に普通に家でご飯食べてるだけでも仲間と食べたら美味しいなだし、別にどっか帰り歩きながら喋ってるだけでも楽しいなってなるように、その状況とか形とか状況にこだわりすぎなくても大丈夫だよっていう感じです。本当に家族としてやっていくにはとか、本当にこの人とうまくやっていくためにはこれだけ稼がなくちゃいけないとかっていう思ったとしても、本当は別にそんな稼ぎがなくても感性でね喜び合えるっていうのもありますし、なのであまりそうね、なので11月は頑張りすぎないでっていうメッセージだと思いました。はい、そして12月はなんかバイタリティありますよね。なるほど。すごく出だしがすごいなんかこの3ヶ月で見てもそうなんですけど、出だしがすごく良くて、そして頑張りすぎてちょっと疲れて、そしてよくその後修復するみたいなね、落ち着いて考えて、頑張りすぎてたなってことをご自身で知るみたいな感じがあります。でそれが10月も11月も12月も全部そのパターンで出てるんですね。最初がドーンとよくって、それのために頑張るって言って頑張りすぎて少し落ち着こうみたいな感じで落ち着いてるっていうのがあるので、とてもやる気があります。トータル的に見るとなんかもうしんどくても大変でも自分の人生を良くするために動きたいんだっていう感じかもしれませんね。別に外側の世界じゃなくて内側をね、内側を本当に納得のいく生活をしたいんだとか、本当にいい形で暮らしていきたいんだみたいな、そのために頑張るって感じがあります。で頑張るという目標を掲げてしまうと、目標達成できなかったみたいな、そういったまた心理的なねプレッシャーとか自分を責める気持ちっていうのが出てきそうなんですけど、何でもねそうやってうまくいったかなと思ったらちょっと疲れてっていう、この螺旋状の中でちょっとずつ上がっていってる、トータル的に見たら上がっていってるよっていうメッセージだと思いました。とってもなんかね力強いです。なのでぜひあまりねご自身をジャッジしすぎないようにしてくださいね。はい、感情が盛り上がってますね。ちょっとこのエンペラー見てみましょうか。ソードクイーン、カップ9また出ましたね。ちょっと先にオラクル見ますね。さっき見えないものだからって言ったんですけど、ペンタクルスのエースと戦車とワンドキングということで、ちょっとこれは、逆位置なしで見させていただきますが、本当にトータル的に言うとこの3ヶ月で患者の皆さんは自分の感情というものをプラスに生かして行動していくことができるって感じがします。感情が例えばしくしく泣いて悲しいからもう動けないとかじゃなくて、たとえそれが怒りだろうと喜びだろうと悔しさだろうとその感情が原動力となってものすごいパワーを発揮しそうなんですよね。動いていくっていう。
絶対やるみたいな、そういう負けないとかっていうことかもしれないし、本当の自分の強さっていうものをちゃんと自覚してやっていかれるんだなっていう感じです。そして強いてあげると12月ぐらいにまた状況っていうのはね変わってきますが、でもあのそれはまだちょっと見えてるだけですね。12月はちょっと見えてるだけ。本格的に何か深いところで変わるのは来年の1月ぐらいだと思いますか。ということでこんな感じかな。全然その外側の世界はあんまり変わらない。でも内側が本当に燃えてる、感情を盾にいくらでもこのバイタリティでやっていけるっていう感じがありますし、プラスにも持っていけます、なんだかんだで。それはなぜかっていうと、その情熱があるからっていうか、その感情があるからやっていける。多少自分で落ち込んだりとかしてもね、その感情の起伏が少し激しいかなと思いますが、結果的にはとてもいい変化につなげていけるんだなと思いました。はい、こんな感じで大丈夫ですかね。はい、ちょっとここまでにしておきます。もし何かしら良かったよという方はぜひいいねボタンやチャンネル登録もお願いしたいんですが、この来年の運勢をもう少し知りたいよという方、もう先にちょっと来年のことを聞いておきたいよという方は、カペラノート2024年版がもう予約受付していますので、概要欄からぜひ詳細をご覧ください。そこに金田さんのね2024年のことも書いています、たっぷりと。はい、ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。